ウィットスタジオさんが手掛けるとなったら超意味不明じゃん。今でも迷いながら作っているって状況ですね。鹿の子っていう作品はもう鹿があっての作品なんで、爆破するんだったら本気でやった方がいいんじゃないのかなということを。本日のニュースボックスは、現在世界で話題沸騰中のアニメ「鹿の子の子のこ虎視眈々」の制作スタッフ代表として、企画プロデューサーであります藤山さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。主人公のこたんにも来ていただいております。藤山さん、じゃあ簡単に自己紹介いただいてもいいですか。株式会社のツイエンジンで、企画部部長および鹿の子の子の子虎視眈々プロデューサーを担当しております藤山です。よろしくお願いいたします。お願いします。アニメ鹿の子は押尾翔さん原作の漫画をアニメ化して、アニメーションは進撃の巨人、スパイファミリーズ制作でも有名なウィットスタジオが、担当し、アニメ放送前に投稿した主題歌鹿色デイズのイントロが世界的大バズりで YouTube では1時間耐久イントロ動画が500万回を突破。そして TikTok ではイントロ部分の動画が1200万回を超えてさまざまなクリエイターが真似をする今一番熱いミームとなっております。今回は鹿の子についていろいろお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず、今回原作漫画っていうものがあってアニメ化するっていう最初何をテーマにこう一番最初決めていこうみたいなこととかアニメ化をしようってなったんですか。そうですね、やっぱり鹿、これが大事だなと思ってまして、作中でも監督は鹿をどんどん出していきたいと、はい、なんで我々も鹿をもうプッシュしまくって、もうみんなに鹿が好きになってほしいなっていうことを大事に企画も宣伝も行っていますと。原作が持つ鹿愛みたいなものをどこまでちゃんとアニメ化にも踏襲できるかみたいなところあるんですかね。鹿部自体が鹿を目指す部活動なんで、もうそれをみんなにこう伝えていって、鹿の可愛さがやっぱり虎視眈と一緒に写ってるのがもうチャーミングな感じがやっぱ日本のみならず世界の人にもしかしたら届いたのかなっていうことで、やっぱりなんか言語の壁を越えて鹿が届いたんじゃないかなと思ってますね。企画段階からある種、目指す方向は世界に鹿が届けばいいなは、やっぱあったんですかね。そうですね、はい。この鹿の子が成功するってちょっと確信みたいな部分とかある種こう可能性を感じた部分っていうのは企画とかでどこだったんですか。そうですね、いやもう本当これからなんで成功したいなと思ってみんなで頑張ってやっているところなんですけど、やっぱりこののこたんが中心となってはちゃめちゃクリエイト広げていく作品、これがやっぱりウィットスタジオさんが手掛けるとなったら超意味不明じゃんっていうのがやっぱりこの話題になってくれたら嬉しいなと思って企画を考えていて、徐々にそれが広まりつつあるのであれば僕もすごい大変嬉しいなと思っております。ある種こうギャグ漫画でよく世間ではやってる、やっぱなんか平成のギャグ漫画をちょっと思い出すみたいな要素があるみたいな、で油断してたら本当にまさにウィットスタジオらしさというか爆発のシーンとかすごい背景も描写も細かいし、ギャグなのにみたいなことのギャップとか、トレーラーでもあるこうのこたんが入ってきて扉がバシャーンって角引っかかってそのままで破片が生徒にこうバーってスローモーションでたりとかっていう細かい本当に描写だったりとか、ちょっとギャグ漫画のある種限界を超えていこうみたいな気概をやっぱその最初の PV 見て感じたんですけど。そうですね、やっぱり今回ウィットスタジオさんっていうアニメーションスタジオがありながら太田監督、それこそ南家っていう作品とか、うまるちゃんとか手掛けてた太田さんがそこに加わって、太田監督とウィットスタジオさんがどうやっていけばみんなに面白いと思っていただけるかと、ここを追求していただいた映像が今どんどん仕上がってるので、本当に本編を届けてでみんなで楽しんでもらうのが本当に待ち遠しいですね。はい、いろんな作品が漫画だったりとかがアニメ化されるわけじゃないですか。どのようにしてこの鹿の子のこの虎視眈々のこの原作をアニメ化しようってなったんですか。最初企画の経緯から言うと、実はウィットスタジオさんの方から太田監督とご一緒に作るアニメ作品を考えたいというお話をいただきまして、もうウィットスタジオで太田監督、
こりゃ絶対面白いもの作らなきゃということを考えて、おしおしお先生の鹿の子の子の子虎視眈々にたどり着いて、こんな作品今までウィットも太田さんもやってないんじゃないっていう、こんなに鹿が出てきてギャグももうすごいはちゃめちゃな作品なんてやってきてない新たなものとしてご一緒に作れませんかってご相談させていただいた。ここが本当の最初のスタートでしたね。太田監督のリアクションはどうだったんですか？太田監督からもぜひこれアニメやりましょうっていうお話をいただいて、太田さん本当にいいんですかと思いながら、じゃあおっしゃるのであればぜひやりましょうということで、結構もうここ鹿の子のお話をしてからはすぐアニメをやりましょうっていうのが決まりました。もちろん当たり前です。やっぱ原作に魅力があってことですよね。よかったですね、のこたん。アニメの制作中、はい、やっぱ試行錯誤だったりとか、ある種そのもうみんなが今中心となっているその原作ってものを、あとファンだったりとか、はい、こうどこまでどんなものを作っていけばいいかみたいなちょっと迷ったりとか、もう企画段階でもいいですし途中でもいいんですけど、そうですね、なんかこうそういうところって何かあったんですか？鹿ってなんだろうみたいな。なんで鹿って神様のように扱われたりとか、それこそのこたんはなんで鹿なんだろうとか、そもそも鹿ってなんだろうみたいなところを気にしながら、結局はそこに関してはよく分かってないんですけど、この鹿の子の子の子虎視眈々の面白さを原作からさらにアニメーションとして動きがついてセリフがついてってなっていった時に、もう押尾先生の素敵な原作をさらになんかみんなに届けるためにアニメとしての要素を盛り込んで、なんかカオスなものを作ってみんなに何も考えずに楽しんでもらいたいなっていうことを考えていると、どんどん何が分かんなくなってきていくんで、じゃあ言うとみんな迷いながら、今でも迷いながら作っているっていう状況ですね。最終的な決定としては太田監督がこれが今一番面白いんじゃないかっていうのをやっぱり決めていくってことですよね。そうですね。はい。やっぱりクリエイティブの先陣切って走るのが太田監督なので、太田さんからこういうふうにしないかって話をしながら、シナリオ会議とかでも他の脚本家さんからさらにこうした方がいいんじゃないかとか、で原作からももっとこうした方が面白いんじゃないかと、我々からも僭越ながらこうして見ましょうかみたいなことをして、やっとついにお届けできるように、なりました。答えとはどこだろうと思いながら、なんとなくみんなの中で一丸になって、じゃあこうしましょうとやって進んできたっていう感じですね。もう視聴者も自分の中の鹿は何なのかみたいな、探っていくみたいな部分もあるんですよね。作中でも鹿を目指すと言いながらどう目指していくのかみたいな瞬間も、結論は多分みんなわからないかもしれないんですけど、やっぱりこの鹿の子っていう作品を通して改めてね、鹿ってねみたいなところもちょっと皆さんに注目していただければ嬉しいなと思ってますね。そうですね。第1話でやっぱり星トラコさんが「何なんだ鹿部は」って、まさに作品の全体を問う問いでもありますもんね。そうですね。お聞きしたいところで言うと、やっぱり、現在先ほども言った大バズりしているこの楽曲のところについて、そのオファーする前に、やっぱり主題歌昨今本当に大切な作品のプロモーションにももちろんなるし、やっぱりこう曲がいわゆる有名なアーティストとタイアップするっていうのも、大きく一つ流行りでもあるじゃないですか。という中で今回オリジナルの曲を作るってなった経緯だったりとか、その辺をぜひちょっとお聞きしたいんです。実はですね、今回ご相談させていただいたランティスさんは弊社としてね初めてご一緒させていただくことになりまして、これはね僕がわがままを言って先ほどの有名なアーティストとご一緒するって話もあったと思うんですけど、どのアーティストとご一緒すればいいかちょっと正直分かんなかったんですね。でかつこの「鹿の子」っていう作品の魅力を伝える主題歌となったら、もう既存のアーティストさんとの組み合わせではなく、やっぱりもう作品に寄り添ったアニメソングを作ってくれる会社さんとじゃないとご一緒できないなと思い、今回僕からランティスさんにご連絡させていただいて、ぜひ鹿の子の子の子虎視眈々ご一緒させてくださいと言ったら、もう結構早めにやりたいですとすぐいただいて、で今回この曲に立ったって感じですね。すごい難しい題材でもあるわけじゃないですか。そうですね。そこはやっぱすんなりなんですか？
結構作品の主題歌ってクリエイティブに関わるところも強いので、太田監督ともお話とかを重ねさせていただいて、その上でランティスさんとも打ち合わせをさせていただきまして、こういう作品がどういうテンションで、そもそも作品自体、主題歌だけじゃなくて作品自体をどういうイメージとして作っていくかっていう話もさせていただきながら、やっぱりこの先ほどもあったようにキャッチーな「鹿の子のこの子虎視眈々」で、このタイトルがみんなに浸透するといいよねっていうところに至り、今回素敵な楽曲をいただけたと思っております。最初バズり始めた瞬間とかどうなったんですか？その社内というか、その鹿の子チームとしてリアクションというか。正直何が起きているかは分かりませんでしたっていうぐらい、話題になるといいなと思って出させていただいてるんですけど、まさか本当に話題になるとはっていうところから始まったので、みんな「え、嘘マジで?」みたいな「やった、のこたんこんなにバズってるよ」みたいな感じのテンションで、多分公式が一番驚いておりました。リアクション来ましたか？その社内もそうだし、内外というか。そうですね、ありがたいことにいただいているのが、もうちょっとすごいプレッシャーにはなってるんですけど、まずは鹿の子の子の子虎視眈々っていう作品がいろんな人に知ってもらえたということで、すごい本当に大変嬉しいなと思ってます。たくさん今コラボレーション、コラボレーションというか勝手にコラボレーションをして、はい、いろんなクリエイターが動画を投稿してくれてたりするじゃないですか。もうすでに結構応援体制は本当に土壌はすごくできている気がして、僕もその一人だと思うんですね。逆に、その動画で知って今回お話しさせてくださいっていうふうにお願いしたりとかしてると思うんですけど、今後だから作品がもうすぐですね、はい、始まって、一番こういうリアクションが欲しいなみたいなのってあったりするんですか？こういう感想がいっぱい並べばいいなみたいなこととか。我々も常日頃から思いながらこの作品を宣伝したりとか制作したりとかしてるんですけど、なんかみんなやっぱり思ってることとしては、わけわからんなと思いながらやってるので、お客さんも何も考えずにわけわからんなと思っていただけたら大変嬉しいんじゃないかなと思ってます。最近たくさん別にいろんな作品がある中で、考察だったりとかっていうのが一つ大きい流行ってたりとか、なんかこうちょっと深いみたいな、深いイコール面白かったりとか、深いイコールいいみたいな風潮が若干ある気がしてるんですよね。でもそれって僕はどうなのっていうのは一つすごい前から思って、音楽日本人歌詞読みすぎじゃないか問題みたいなことにも僕はちょっとつながる気がしてるんですけど、なんかそれをこうなんか高い低いみたいな表現する時もあるしみたいな。で中でも僕このね鹿の子みたいなものがまた日本をぶち上げてくれると、ちょっとなんか空気感変わるんじゃないかなと思ってるんですけどね。もうね、日本人の多くの方が鹿が好きになってくれればいいなというぐらい、やっぱ鹿の子っていう作品はもう鹿があっての作品なんで、そうやって鹿の子を通してのこたんおよび鹿をみんなが好きになっていただければ平和が訪れるんじゃないかなと思っています。そして先ほどお話しあった通り、おっしゃると深く考える作品もとても素敵な作品だと思うんですけど、みんなが見てハッピーになる、本当に誰が見てもなんかそんなに深い考察しなくても楽しんでもらえるような、そんな作品を目指して頑張っていってますので、ぜひ応援していただければ嬉しいなと思ってます。最終的にどうなっていくのかがまだ僕全然わからないんですけど、どんな心構えを視聴者はこうしていればいいですか？僕もちょっとよくわかんないんですけど、多分みんなが想像を超えるわけわかんないなをお届けできるように頑張ってるので、ぜひ今週もわけわからんけど面白かったとか思っていただけるように、それが毎話毎話多分結構シリーズ通してやっぱり1話より2話、2話より3話、3話より4話とどんどんわけわからなく面白くなっていく、そういう気持ちで作ってるので、ぜひ最後に一番最大の気持ちが高まって、鹿の子を見てよかった、明日からまた頑張ろうと思っていただければ嬉しいなと思ってます。僕は正直3話まで拝見したんですけど、3話びっくりしました。だから1話見ていただいてどうでしたか？このギャグアニメの中でいろんな描き方があると思うんですけど、本当に丁寧に作ってる。ありがとうございます。じゃないですか。いやこんなにもちろん背景も抜かりなく、で絵の見せ方が、いわゆるキャラのね
二等身になったりとかっていうところの演出だったりとかがこうピンポイントでこう挟まったりとか、はい、そこが飽きない展開だったりとか、見せ方やっぱテンポ感がすごいいいなって思います、ね。ありがとうございます。とにかくもう駆け抜ける、はい、一切だれないっていうところをめちゃくちゃ気をつけて作ってるんだろうなっていうのをすごい思いました。そうですね、ありがとうございます。それこそ本当に先ほども話しあった通り、太田監督がこれまで手掛けてた美少女×ギャグみたいな、そこのエッセンスは鹿の子の中にやっぱ存在している中で、やっぱ1話第1話は太田監督がご自身でコンテ演出されてるはずなんですね。でやっぱりこれまで作ってきた作品のエッセンスを入れながら、新たなこの鹿の子のカオスさみたいなところを内包させる作品の指針になる1話だったので、本当にちょっと時間かけて作ってっていう形にはなってますね。この作品のやっぱこうギャグのテイストとアニメーションの、本当に爆破の描写とかめっちゃすごいじゃないですか。はい、トレーラーである角がノコタの角をバーンって投げてこうバーンみたいなあれとか、細かいディテールのギャップみたいなのがやっぱ面白いみたいなの一つあるんですかね。ギャグのその作るテイストとしては。やっぱりそこは結構太田監督がシナリオ打ち合わせの時からおっしゃってたんですけども、原作の多分爆破よりもはるかにディテール細かいギャグの爆破をギャグではないリアルな爆破をやっていて、ここはもうシナリオ打ち合わせの段階から太田監督が爆破するんだったら本気でやった方がいいんじゃないのかなっていうことを、もう初期の段階から話していて、完成したのがなりギャグアニメと思えない爆発をかますっていうのがやっぱ面白さにつながったのかな。やっぱここが太田監督のディレクションのやっぱすごい素敵なところだなと思いましたね。しかもあれが不意に現れるじゃないですか。ああいうそうですね、アクションカットみたいなのが、はい、ね、1話でもこうすごく動きのあるカメラワークがキューってなった時とか、急にちょっとウィットのスタジオのアクション部分を思い出すみたいな、はい、そこは確かにギャップのいわゆるこうね、ギャグの根幹になってる演出だなと思います。やっぱりなんかメリハリ、やっぱ作中でのギャグもありながら派手なシーンを派手にするっていう、やっぱメリハリはなんか見てる視聴者にもすごい刺激になるところが多分大きいと思うので、そこをやっぱウィットスタジオさんと監督中心にしっかり作られてるかなと思ってますね。意外とちゃんと話があるっていう、このメンバーで毎話毎話こう読み切りみたいな話になっていくのかなと思ったんですけど、ちゃんと関係性がここでこうなって、ちゃんとここでもこうなってみたいに展開していくような話になるから、余計にさっきも言ってたんですけど、これ最終回どういうこう展開をしていくのかが余計に読めないなっていう。おっしゃる通り、本当に最初2人のまず出会いから始まり、2話でさらに仲間が加わり、3話でもさらに仲間が加わりって、ある意味作品のセットアップなんですよね。でここからこの仲間になったキャラクターたちと一緒にすごいいろんなことをやりながら、で学園ものらしい学園での交流みたいなこともやったりとかしますし、そういったキャラの、最初はちょっと距離感のあるキャラたちがどんどんお互い深掘りになりながら、もう引き続きのこたんボケて、こしたんツッコミで、さらに他のキャラクターもボケてっていうことが合わさっていくのが、どんどん後半に向けて面白くなっていくかなと思います。ただですね、最後12話はすごい誰も想像できない展開になるかなと思ってます。なので原作見ている方ももちろん見ていない方も含めてですけど、予想しない方向に作品が転がっていくので、ぜひ12話までね見ていただければ嬉しいなと思います。最後に、これから鹿の子を見る方、気になってる方へぜひこちらにメッセージを。テレビアニメ「鹿の子の子の子虎視眈々」は7月3日より、ABEMA にて先行配信、7月7日から、テレビ局各局にて放送と各他サイトでも配信が開始します。令和で見たことがない鹿アニメということで、皆さん何のことかわからないかもしれませんが、ぜひそれをテレビや配信で楽しんでいただければと思ってます。よろしくお願いいたします。ノッツ藤山さんありがとうございます。ありがとうございました。のこたんありがとうございます。ということでぜひ皆さん、鹿部たくさんの入部をお待ちしております。ということで、鹿の子を代表して藤山さん、そしてのこたん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ノッツ